はい、おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。お気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。早起きしてきました。このスープ持って帰りたいから。理解値です。いらっしゃいませ。だしだよな、これがうまいな。讃岐ラーメンっていうふうに自信を持って歌うようにはなりました。おはようございます。いらっしゃいませ。中の方どうぞ。すみません、お待たせしました。はい、一番先に4名さんですね。やらしてもらってるんですけど、まあそれは別に面白いやつがいたから面白いっていう。ハマンドっていうのはこのお店の隣にある浜の堂ってお地蔵さんで、この辺りと半径300メートルぐらいの人がハマンドさんハマンドさんって言ってるんです。ハマンドっていう名前にしたのは意味不明のひらがなの4文字で、一回覚えるとまあ忘れられんやろうっていう、そういうネーミングなんですよね。幸せや。多い時はなんぼ10キロも切る時はその一箱全部切るとそれ10キロやけどな。私はもうこれが済んだら今度本店の方の水溜めたりメンマ入れたり鉄麺をちょっとするだけで朝は何時からされてるんですか？いつも4時頃ここ来る。3時起きもずっと年百年中こちらは今何の仕込みをされてるんですか？これね、豚骨をね、言ったらまあ血抜きというか。これやり方はまあローストビーフみたいな。1日分、そうやね、1日。ここで全店舗。あ、そうです、そうです、仕込みをしております。だから、基本うちの系列店はみんなこれ使ってます。キロ数でいうと何キロぐらいですか？で、1箱10キロぐらいで、今日4ケースやろ。40キロ強ですね。そうして各店舗ごとに終わってから梱包する。煮干しのだしなんですけど、上澄みには鶏の油をちょっと入れてます。香味油になります。ラーメンが熱いのはこの丼をやっぱりしっかり温めることで温度が冷めないので、結構心がけてますどうやってこの道に入ったというか？若い時から親父が飲食の業界でやってて、そのもう背中を見て育ったので、小さい頃から僕も親父のラーメン食べて育ったので、親父が作るラーメンが好きやったから自分もやっぱりやってみたいなっていう思いはありました。朝ラーメンはワンオペっていうところが、朝ラーメンはそうですね、この8席やったらもうワンオペでやらさせてもらってます。独立したい子とかがいたらワンオペレーションっていうお店が多分今からは主体になってくるかなと思うので、本店をこう回してもらったりとかはやっぱりやってます。おはようございます。頑張りな。お世話になります。おはようございます。酒とお楽しみください。ありがとうございます。もうちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。先に入ります。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。お茶高等大がまだここで作業されていますね。雨が強いとラジオ
しました。はい、先に4名様ですね。どうぞ、お待たせしました。お待たせしました。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。チャーシュー丼いきます。ラーメンすぐ行きます。チャーシュー丼になります。ラーメン。あとはですね。お待たせしました。お待たせしました。はい。腰の細めですね。熱なってます。お気をつけください。お待たせしました。これは矢吹所さんラインじゃない。それでお待たせしました。いらっしゃいませ。おはようございます。お待たせしました。すみません、ごめんなさい、助かります。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。気をつけて、ありがとうございます。何時から来られたんですか5時20分です。店主さんの対応とか笑顔がすごいお店です。ラーメンの味はいかがですか？ピカイチです。助かります。ありがとうございます。お先チャーシューのお先にありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。入れます。はい、お待たせします。すみません、お待ちした。いらっしゃい、ありがとうございます。キラとチャーシュー丼です。はい、おはようございます。いらっしゃい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。おはようございます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。おはようございます。はい、お待たせしました。平麺の大盛りで熱々のお気をつけくださいね。おはようございます。いらっしゃいませ。やっぱ朝ラーメンなんで朝からですね、爽やかに自分もいかないかなと思って皆さん元気づけようと顔色も伺ったりして一応接客してるつもりなんですけど、やっぱ元気よくいってらっしゃいって言ってお客さんもニコニコして出て行ってもらえたら僕らもやっぱやりがいができますし、それがやっぱり唯一の仕事のやりがいかなと思います。ちょっ
と15番前後します。細麺ですね。すみません。ありがとうございます。これ。お待たせしました。お待たせしました。できたわけじゃなくて喜びで時代に合わせて終わりにできたキメスの奥の方どうぞ。おはようございます。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。何をされてるの？もう帰るに。あ、もう帰るんですか？はい、ありがとう。おはようございます。いらっしゃいませ。はい、おはようございます。お待ちでした。おはようございます。しました。お待ちでした。ありがとうございます。後ろ行きます。名前ください。あらす。すみません。お待ちでした。お待たせしました。すみません。お待ちでした。お待たせしました。お待たせしました。チャーシュー丼になりますね。お店にはよく来られるんですか？自分に似合うのを探す大会なんだ。お待ちでした。おはようございます。いらっしゃい。すみません。こちらどうぞ。そうです。そうですね。はい、どうも。お待たせしました。僕は常連さんです。入れます。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。お店にはよく来られるんですか？高松からなんで早起きしてきました。僕は常連さんです。お店の気に入ってるところ。このスープですね。煮干しそばっていりこの粉が入ってるところが多いじゃないですか。ジャリジャリした感じでなくてスープだからそうしてて夏ビーもないですしすっきりしてますよ。ご飯とも合うしね。このスープ持って帰りたいぐらい。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。おはようございます。いらっしゃいませ。中の方どうぞ。あと1個、お願いします。お待ちした平麺ですね。あ、ごめんなさい。一名様こちらの席どうぞ。お店のどういうところが気に入ってまた来ようって思えるとか。さっぱり。もう一丁お願いします。ありがとうございます。お待たせしました。お気をつけて。お気をつけて。ありがとうございます。朝の煮干しそばは煮干し 100% のだしにお揚げさんとネギと卵。松山揚げといって愛媛県の結構有名なお揚げさんなんですよ。スープとか味噌汁とかにのせて向こうの方は食べられてるっていう。チャーシューの代わりに朝一なんで植物系のタンパク質大豆ということでのせてるっていうのもあります。こっち行きます。熱いんでお気をつけください。中
中華そばに変わると煮干しの出汁と動物系の出汁がまだ本店の方で朝から仕込みやってもらってる鶏スープと豚スープの動物系のスープと煮干しそばのダブルスープが一応中華そばです。そこからトッピングがチャーシューとメンマとネギなんです。お待たせしました。平麺になりますね。熱いんでお気をつけください。秋山にお願いします。はい、すみません、ホスですね、集まってます。つまりてます。熱いんでお気をつけください。こちらはちょっと狭くなりますね。でも癖ね。これで朝の営業は終わりですか？終わりました。今日もおかげさんでいっぱい朝からですね、お客さん来ていただきましたね。朝から結構皆さん並んでいただいてわざわざ寄っていただけるので本当にありがたいですね。こちらは今何をアクを取ってます。上に出てきてるまかないですね。ボロボロのやつですけどね。いただきます。チャーシューは何時間ぐらい？7時間半低温調理器で豚の凝固温度ギリギリのところでじんわりこう火を入れるっていう薄ピンク色なんですけどしっかり火は中まで入ってますね。レアチャーシューですね。真空状態でパウチして味をしましといて寝かしてまた焼くんです。でこれでもう一回水でしっかり締めて冷たくしてまた味を落ち着かせるっていう感じ。嬉しのラーメンです。今森さんはお店にはことは今僕は煮干しラーメンというか出雲を布教してる最中なんで今年度いっぱいはあんまり経たないというかかつ暇がないです。ラーメン屋さんをされる前はもともと居酒屋さんもとかもされてたみたいなお話が、3年修行させてもらって炉端焼きの店を隣町でやって居酒屋の時からずっとラーメンを出してましたんで修行時代からずっとそのまかないでラーメン作ってたりはしてたんですよ。魚も勉強させてもらったりあとはその時に乾物もいろいろやりましたからね何でも貪欲にこれはどうよみたいなことはやりましたよ。僕がもう商売やりだして今年で40年目なんですね。もともとは屋号が森ラーメンっていう時代もあったんですがこの今の形原型ができた時にここにお店を移してハマンドにした。
前のラーメン森は今の形とは全然違うラーメンを出して全く違います。でもうまかったですよ。うちの形っていうのは全くなかったんで、他のところにも例えば営業時間が昼間の4時間とか麺を選ばせるというか、ラーメンに応じていろいろな麺を使い分けるとかみたいなことは僕の記憶では他のお店ではほぼなかったと思うんですよ。その当時は香川県ではどんなラーメンがあったんですか？大雑把に言うと居酒屋の締めのラーメンみたいな感じ。ラーメン専門店と屋台のラーメン、うどん食堂の中華そばみたいな、大体その3つに分かれるってみんな言ってるような気がします。最初ラーメン森の時も讃岐ラーメンって歌ってたんですけど、ただ漠然としてた、その時はね。その時はどんなラーメンを出してたんですか？俗に言ううどん食堂の中華そばです。よそ行きバージョンの時、あっさりこってりとかがあって、それはそれでねうまかったです。壺に入ってる分は右からあっさりこってり塩です。チー油、あと魚粉。はい、いらっしゃいませ。お待ちどうでした。はい、いらっしゃいませ。こっちはさっきのチータンとワンミラスを合わせたやつです。これはファイターです。これは背脂です。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。テーブル2です。ガシだよな。これがうまい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。テーブル3です。今日はどうしてお店に来られたんですか？年に1回のは最後にここのラーメン美味しいんです。もちもちあっさり。ありがとうございます。美味しい？お店にはよくご家族で来られるんですか？家族では初めて。私は昔何十年前。どうですか？久しぶりのラーメンの味は。あとスープはどうします？テーブル1です。お店には何度か来られたことがあるんですか？ここ本店は初めてなんですよ。いりこだしでしょ。名産ですよね、瀬戸内海。今日頼まれたのは何になるんですか？私は醤油です。僕はマンド。こってりそばだったらあっさり
してて美味しかったです。何軒かあるみたいなんで機会があったら行ってみたいと思います。お店のよく出るメニューは何か？やっぱりハマンドですかね。ハマンドラーメンはどんな特徴？スープがダブルスープっていうのと動物系と魚介のダブルスープ、うどんを意識したラーメンっていうのは例えば言われる。ハマンドラーメンは天ぷらうどんをイメージして作ったっていうやつなんで、背脂が浮いてるってそういうことですよ。はい。失礼します。お待たせしました。ハマンドのみでございますね。たまたまの産物なんですよ。ライバルのうどんを研究し始めたんですよ。約ね4年半くらい一生懸命やったんですよね。ラーメン屋の方はその当時店長いたんで、スープだけ仕込んで店長に任せて自分はうどん行脚に行くと。そうすると屋台の親父さんとか大衆食堂のおかみさんとかが自分の代で辞めるからって言ってレシピとかを教えてくれたんですね。その時に僕は足し算のスープしか考えてなくて、うすうす感じてたのは引き算、とにかくバランスのスープ、麺と具材とスープですね。いいものばっかり足しても全然いいものにならないっていうのがラーメンの面白いところで、すごくねバランスを保つということはいい食材もあるけど、それに負けんような食材じゃなくて寄り添うようななんか調味料であったりとか具材であったりとか作り方であったりとかするんで、それをね高松市内からずっと西を網羅して先人たちのいろんなその技を教えてもらったんですよ。それを自分なりにブラッシュアップして讃岐でラーメンで生計を立ててる人の要素をいただいたんで、讃岐ラーメンっていうふうに自信を持って歌うようにはなりました。ちゃんとその情熱もいただいてますんで、ノウハウともう魂ですよね。お店はこれからこうどうしていきたいとか、息子とか弟子とかもひっくるめて形はできたと思うんですよ。だからもう譲ってるというか任してるんで、僕の出る幕じゃないんですよ。とはいえやっぱりその僕は現場主義なんで、最終的には一人でやっぱり何かをやりたい。ハマンドっていう形のラーメンが出来上がって、それを熟成させて朝ラーメン煮干しに特化したんですけど、それは一人で全くやるつもりだったんですね。でもみんなが面白がってくれてこんなに広がったんですけど、やっぱりもう一回ハマンドでもなし煮干しでもなし、今もう頭の中にあるんですけど、それを最終的には一人でできたら死ぬまでやりたいみたいな、そんなことは思ってます。正月息子さんと朝ラーメンをされるみたいな話ちらっと伺ったんですけど、来年で9回目かな。毎年新しいラーメンを考えるんですけど、もうさすがにネタが尽きてきてて、それもどっかでね線引きして後輩たちに譲らんといかんのでしょうけど。はい、いらっしゃいませ。お待ちどうでした。体内主義。そうなそうな。はい、大将です。はい。美味しさっていうか味がな、昔から食べ慣れとるけど、麺が好きなんと味やね、やっぱり。いいよ、普通に。もうお父さんのお米の味を生かすだけで、まあ、お父さんのお米食べてみてください。はい、ありがとうね。はい、大です。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとう。はいはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。お揚げさんと具を炊いています。きつね寿司のこっちはその中に入る具、人参、たけのこ、れんこん、お揚げ、しいたけ、グリーンピース6種類。
まあお寿司をして肩がつくいう感じ、そこまでは自分の分量ですわ。こういうの長持ちするね、日本の。これは最初から使ってるの。もうこれでちょっと溶けたんで。手の感覚でこう毎日のこの重さいうんか感いうんか。出して蒸らす。最初はばら寿司からついていきます。入れます。49年に始めた時は手打ちうどんの店でおばあさんとおじいさんとで3人でやっとったんやけど、じいちゃんがリタイアして、ばあちゃんもリタイアして、娘がもう20歳ぐらいが手伝ってくれだして、あとは2人でしよったんやけど、お父さんが退職してからは皿洗いに専念してくれるようになったんです。だからもう50年が来たい、丸50年が済んだり。私のはもう塩だけのシンプルさんなんです。もうお父さんのお米の味を生かすだけで、ご飯ももうなくなったらやめて、もう自分で決まっただけしか炊かんのです。もったいない主義や。所定の場所に置きます。この陳列も50年選手です。わきまけるとこでした。ようやるんです。まだまだ薄いからな。煮詰めて水分減ったらまた足して。もう先に切ってあるんですか？湯がいとる方がおでんの中でくっつかんのです。くっついたらもう取れないから割れるんや。潰れたらいかん。これは補充で、これはこのよく使ってるのが好きな人もおるんです。
していいですか。前日にはい、これは前日にスープはどういった鶏ガラ、これと海鮮スープと混合させて、今やったら白菜の葉っぱ、キャベツと玉ねぎと人参ぐらい放り込むんです。コンビニもなかった、私食事もタバコ屋さんして。特別バージョンです。海苔の帽子、帽子付きみんな使んないけど。お父さんのお米食べてみてください。今からやったら、まあきゅうりとかだんだんそういう時期になってくるの全部作ってくれたのを使います。田舎の味噌汁です。火がな出てくるから危ないからな、これでカバーして父さんが作り直してくれたと思う。歯ごぼえでね、たぬき特有のこれごぼうなんや。これがこれが茎。軸も一緒に食べれる。こちらが百花。百花万倍でね。精米との過程をちょっと置いたんや、これ返して。こちらがお店で使われてる。そうそうそう、いらん分は。これはその百花が万倍って言ったやろ。冷凍にしとる分を今から味付けして。こんな健康感ある。あ、高菜なんですか。高菜やと思うよ。全国版は。ごめんよ。お母さんがいろんな人やから。自分がもうちょっとやな、もうちょっとで完成。イワシの。珍しいやろ。すごい香りが。するやろ。このごぼうがなかったらまた美味しくないの。
軸だけではな美味しくないの。骨の方がどこでもあるよ。そうそうあるよな。赤い字ずっと出てるよ。気が不思議になってしまう。これが今のそのハゴボが、そっちの分がこれ見つけたらこれ。今日はなんぼ出るかないうぐらい。みんなうどん屋さん行ったらネギ盛り上げとうけどな。はい、食べました。今から出します。この白さね。はい、取れました。骨の髄まで出てます。おむすび4が1つとご飯1つと。4つやね。4つ。うん。豆腐のうん、うん、はい。30年ぐらいになるかな。その前からわしが若い時から来よったけど、もう昔から食べ慣れとるけん、ここはこってり系の麺が好きなんと味やね、やっぱり美味しいって。美味しいね。中学まで大盛り。大で。
はい、台ができました。はい。おでんは何を選ばれたんですか？筋肉と卵。はい、どうぞ。はい、ここ置きます。はい、どうぞ。はい、760円の次。はい。ありがとうございます。はい、ありがとう。こう行く？こっち行く？私は、はい、どうぞどうぞ。2つ。いらっしゃいませ。これで途中で今11時頃来たんはい。はい、お待たせしました。ちょっとそのポケットラブを選んで。介護がな、そうそうそう。もう60何年の本当ですか？いつも中華そば他の店にないな美味しさっていうか味があるな。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございます。熱いわけね。はい。カレーが一つ。あとは中華。7つ。7つが中華。7つが中華。はい。醤油いきます。大小置いて醤油いきます。はい。はい、先生どうぞ。どうぞ。ついてくるからね。よし。ごめん。はい、君ちゃん。はい、了解。急に黙らんでいいよ。普通に。これで。朝9時から夕方5時までで、今日はここへ美味しいラーメンを食べようと思って。美味しい。美味しい。
お待たせしました。どうぞ。はい。私初めてなんです。私3回目。美味しいですよね。このね、すごくホッとするお味。ありがとうございます。はい、どうぞ。発射場から打ち上げられる予定でした。直前。ここはな、久しぶりに来た。仕事で来よったけんな。しょっちゅう寄りよったんやけど。中華そばのお味はいかがですか？まあまあ変わってないな。はい、こんにちは。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。そば2つとおにぎり。竹村さんとこ。はい。はいはいはい。いいですよ。目指しないけど。目指しない一つも。騒ぐと怒られる。そうなそうな。おでんが2本。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。大です。はい。大がいい。大から。ありがとうございます。この辺で仕事したらな。そうそう。はい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 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。大です。はい。はい、すいません。ありがとうございます。2、3回来たことがあります。中華そばの大盛りです。味が下に残るっていうか、独特なその風味というか、そういう味が出ていて美味しいです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。それは飲んでるの？大です。はい。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとう。はい。はい、どうぞ。どうぞ。Yes.
730。ここはよくしようね。ああ、そうそう。大将です。はい。そうだよね。上な。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。It's very good. Yes, good. It's good. 佐野だよ。どうぞ。3月15日で50年金婚式でお父さんに支えられとるからこれ店が続けられたんです。お店はこれからもずっと、体の続く限りね、もう楽しみで苦しみにしないように楽しみでやっていきます。はい、どうぞ。東京ではい、ありがとうね。ありがとうございます。はい、いい査定続です。はい。疲れるよ。どうせ。夏が大汗がかかる。ここから切って手でこう丸めたりっていう作業がプラスされるので2時間ぐらいかかる。
今店主さん、うん、何年前ぐらいから？ 3年目かな。大阪で10年ぐらい。大学の時にここちょっと手伝ってて、いやまあ昔から楽しかったし、やりがいがあったからかな。ばあちゃんからと話してて、後々やってみんかみたいな話はちらっとされてたけど。表現しにくいんです。ただちょっとこれをすることによって味は変わるけど、なんか深みが出る。やった後とやる前全然味が変わってきたりする。鶏、油揚げ、人参、ごぼう、糸こんにゃく、しいたけ、もう具たっぷり具材。ご飯よりこっち具の方が多いかなって感じ。あ、ほんで昆布、塩昆布も入れる。油も入れます。ね、塩分あるし、ちょっとだしも出るし、それが美味しいみたい。いい香りがする。ごぼうの匂い。ここら辺はいなりとセットっていう組み合わせなん。その基本な。割といなりは甘いから甘いご飯が好きじゃない人おるやん。だから結構うちおにぎりが売れる。
で置いといて。ありがとう。ほんま。いらっしゃい。木曜日かな。3年ぶりぐらい。久しぶりに兄弟で予定があったので小さい時からねよく来たからふるさとの味です。ふるさとの味。好きなところというかコシの強さですね。私は絶対あちあちが出てくる、熱いのが出てくるのが好きです。うどん食べるときはここやけどね、うどん県やからどこ食べても美味しいけども、自分の好みだよな、一番合うとこでこうきよるな。
ぷらの大。じゃあ僕天ぷら中で。はい。天かす。はい、いいさ天かすです。大体10分。ございます。20年。いいよ。はい。はい。
うまい。なんか昔懐かしい味。ありがとうなお兄さん。ありがとうまたね。よかったな。うまかったよかわ。った。最高や。ありがとう。ええ感じ。ああ、そうやな。二通り書いてあるな。とろろ。はい。ありがとうございました。おかげよ。
今日はどうしてお店に来られたんですか？自動車学校の合宿でこっち来てて、社交の先生のいかがですか？美味しいです。いろんな人がおるな。けどバッチリやった。ありがとうございました。